皆さん、こんにちは。次のスピーカーはレナチです。彼女はパイレディス東京勉強会に参加しました。それから彼女は面白いアップを作成しました。それは何のアップですか？彼女のプレゼンテーションを聞いてみましょう。お楽しみください。Python 初心者がパイレディス東京の勉強会で習ったストリームリットと養老でアプリを半日で完成させた話。レナチと言います。Twitter は表示されている通り。エンジニア歴は1年未満の初心者。フロントエンドエンジニアとして今は JavaScript を中心に書いています。間違い等は優しく教えてくださると今後に活かせます。趣味は最近乗馬を始めました。馬かわいいです。あとは猫の鑑賞です。猫もかわいいです。どちらも最高に癒しです。少しずつプログラミング知識を身につけるのも頑張っています。まだまだ伸びしろいっぱいですが、自分の思い描くアプリを作成できるようなエンジニアを目指して日々奮闘しております。今回お話しすることは、題名通りですが、パイレディス東京で初めて知ったストリームリットと養老が面白すぎてノリと勢いでその日のうちにアプリを作った話をします。目次としては LT を聞いてくださっている方に持ち帰ってほしいこと。ストリームリットとは？養老とは？アプリの紹介。今回話すアプリについての作成背景。アプリ作成時に大変だったこと。今回の学び。まとめ。参考文献です。今回この LT を通じて持ち帰ってほしいことは、アプリ制作は楽しいと思っていることです。初心者でも欲しいと思ったら、アプリを作ったらいいと私は思っています。アイデアはみんなの日常にあって、そのアイデアをものにするのはとても大変で難しいことです。これは初心者だとより難しいことと認識しています。今回のアプリはとても簡単に作成したつもりなのですが、ちゃんと詰まるポイントもあって大変でした。でも作り終えて自分で遊ぶ時の楽しさや周りの反応はその大変さの倍はあります。お釣りが来るくらいです。何はともあれ、アプリ制作は超楽しい。気になる言語や新しく知ったものはちょっとでも使うとより楽しいと思っていますので、それが伝われば幸いです。今回初めて知って楽しくてアプリを作ったフレームワークなどの紹介です。ストリームリットとは、Python で作成されたオープンソースの Web フレームワークです。Web アプリに必要なフロントエンドの知識、HTML、CSS、JavaScript を必要としません。マークダウン方式で書くことができます。データの可視化や Web アプリケーションの作成に使用されます。素早くアプリを作って公開することができます。そのため、仕事で使用するデータを表などで可視化して URL にて共有することが可能で、チームメンバー等に情報共有がしやすくなるような便利なフレームワークです。
養老とは、人のように一目見るだけで物体検知ができるライブラリーです。物体検知とは、コンピューターを使って画像や動画に映っている物体の位置を推定する技術を指します。You only look once という英文の頭文字を取って養老と呼ばれています。養老バージョン8では物体検出の他にセグメンテーション、イメージ分類、姿勢測定などを実行できます。自動運転、セキュリティ、医療等様々な分野で使用されています。先ほど紹介した技術を使い、今回私が作ったものは、猫写真判定機の猫かもしれないです。猫しか判定する気がありません。私が興味がないからです。そこは作者の意見が絶対です。フレームワークとデプロイサービスとして、ストリームリットを使用しています。画像判定には、養老を使用して、瞬時に猫かどうかの検知をさせています。今回は、精度よりも速さを重視しました。勉強会でいただいた指導の行動に、条件分岐を追加してできています。URL で動かすことができます。動いていなかったら叩き起こしてあげてください。画像を保存する機能はついていません。安心して遊んでください。紹介したアプリを使ってみたいと思います。まずは猫の写真を物体検知にかけてみたいと思います。養老は物体を検知した場合、バウンティングボックスという長方形で物体を囲みます。猫であれば紫色に囲われていると思います。左上に各ボックスのクラスラベルを表示します。また、その横に信頼度スコアを表示します。このアプリは猫を判定した場合、猫の信頼度スコアごとに表示されるコメントが変わる設定になっています。猫の写真は横顔や顔だけのもの、不機嫌でも耳が見えないほどふわふわでも信頼度スコアが高く検知できることが分かりました。今度はハムスターの写真を物体検知させようと思います。人の目からはこけてて可愛いハムスターと認知できると思います。条件分岐的に猫以外判定するつもりはありませんと出てきてほしいところです。養老は何と判定するでしょうか？猫と判定されてしまいました。しかも、横顔の猫と同じぐらい高い信頼度スコアの 0.64 です。今回使用した養老バージョン8は、既存モデルとしてクラスラベルを80個デフォルトで学習してあります。そこにはハムスターはありませんでした。これは私の予想なのですが、養老はハムスターに近いと感じたクラスラベルの猫として検知してしまったのではないかと思いました。次は日本人にとって一番有名な青い猫型ロボットも試してみました。さて、養老は一目見た時の印象は何でしょうか？
日本人にとっては猫と認識しています。タヌキだった気がするあなたは、もう一度ドラえもんを履修することをお勧めします。今回はドラミちゃんも検知してみました。両方とも猫ではない判定が出てしまいました。これは本当にタヌキかもしれません。なぜこのアプリを私が作成したのかですが、猫が好きで、養老のクラスラベルの猫で遊んでいたら、ハムスターの写真も猫判定されてしまいました。いろいろ判定が甘くて面白かったためです。たったそれだけと思われるかもですが、ここが重要だと思っています。だってそこを深掘れば面白そうじゃないですか。人間の目にはハムスターはハムスターとしか認識できません。なのに、養老は猫に見えると言っています。この認知の誤差はかなり面白いし、養老がどう見えているのかはエンジニアならば気になるじゃないですか。私は気になったので、このアプリを作ってみました。大変だったこととしては、基本的には資料を参考に作りました。そのため、画像読み込みや猫の判定方法は教えていただいていたため、詰まることはありませんでした。しかし、画面に表示されている信頼度スコアがどこの変数に入っているか、そしてその数値が取り出せるかがわかりませんでした。Python に慣れていないため、そこでつまずいてしまいました。幸い、ブラウザでのデバッグが簡単なストリームリットを使用していたので、デバッグしてそれらしき変数の中身を確認しつつ進めました。信頼度スコアの出し方は、プログラミングスクールの友達に話を聞いてもらいつつ、組み込み関数を教えてもらいできました。また、デプロイに関して、資料には記載にあったのですが、実際にはやっていなかったため、そこにもつまずきました。デプロイ自体は参考資料に書いてくださっていました。でも、インポートエラーが出る。参考資料は大変手厚く書いてくださっていたため、原因はすぐにわかりました。ライブラリーがデプロイに対応していませんでした。参考資料通りに行い、再度デプロイ。3回ぐらいやってうまくいきました。ストリームリットが用意してくれているデプロイ方法が本当に簡単で助かりました。今回の学びとして、人は多分正確さを求め続けると思っています。でもまだ養老は誤差だらけです。ここってお遊びではとても楽しいと思いませんか？また遊んでいる際に何か誤差の原因なのか特定ができたら素敵だと思います。今回初めて知ったストリームリットは本当に簡単にアプリを作ることができます。上記の楽しいをすぐにみんなに共有できたことが今回いい経験でした。まとめ。ストリームリットはかなり簡単にブラウザにいろいろなものを表示することができる。Python で計算したものを人に伝えやすいように図や文字列等を作成してくれてブラウザに表示してくれます。人と意思疎通するのにかなり便利だと思いました。養老は導入や使用コードが簡単でした。わかりやすいし、無料で使えて試しやすいです。ただ、コ
コード自体が重たいため、そこは検討に入れる方がいいと思います。また、クラスラベルの猫でも間違えることを頭に入れておいた方が良いと認識しました。既存のクラスラベルでも間違えてしまうことがあるということは頭の片隅に入れておかなければと思っております。今回使用した技術は2つとも実装してて楽しかったです。今後も個人の勉強用アプリは少しずつ作っていきたいと思います。アプリ作成を通じて自分の楽しいを伝えられたら最高だと思っています。資料作成とし、参考資料として、パイレディース東京の勉強会資料です。今回のスライドを作る際も大変お世話になりました。Thank you! 下記に作ったアプリです。上からアプリの URL、GitHub の URL を公開しています。このアプリはファイル1ページしかありませんので、気になる方は見てくださると幸いです。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいプレゼンテーションです。皆さん、Discord で質問してください。